実はこの車、自分の車ではないんです。買えないわけじゃないんですが、嘘です。買えません。トイファクトリーさんからカムロードのキャブコンばかりに乗っている自分にデュカトのキャブコンもいいぞという話をいただいて、この車でお試し生活しています。ただですね、エアコンついていないこの備え付けのトイレは使用できないというトイファクトリーさんから試練があります。でも代わりに面白いものを貸していただいてます。後で詳しく紹介します。この車の一番の特徴は7メーター近くある全長で、居住性は正直最大級です。でも自分が一番気になっているのはそこじゃないんですよね。デュカトベースキャブコンの走りです。いつもカムロードに乗っている自分がデュカトベースのキャブコンに乗ったらどう感じるのか、せっかく走りがいいと言われているデュカト、キャブコン仮装で犠牲になっていないのか、高速道路の横風、直進安定性、本当に入れないのか、今日はそこを確かめます。デュカトのバンコンは何台か乗りましたが、キャブコンは初めてです。もしかしたらキャブコンの価値観変わるかもしれません。そして今日から本格的にシャワーなどの設備も使っていきます。エンジンなんですけど、ディーゼルターボ 2.2 リッター、最大出力180馬力、最大トルク350ニュートン。自分の乗ってるカムロードディーゼルターボよりエンジンは小さいんですけど、パワーは勝ってます。駆動方式は2駆。この車は急速 AT です。はい、街乗りでしばらく乗ってみて、まず思ったのが、これキャブコンなんですけど、なんかバンコンとあんまり変わらないですね。出だしのパワー、コーナリング時のロール、今ちょっと乗っただけではそんなに変わらない感じがします。今回一般道に加えて高速道路も走行しますんで、いろんな道走って体感します。いいとこ空いてました。やっぱり緊張しますね。全長が6950ミリあります。こんな感じで一番後ろですね、合わして普通の車5メーターここなんで、こんなにも出ています。で、前幅は2320ミリです。で、左がこっち合わしました。で、反対側はタイヤがちょっと乗ってるぐらいなんで、ここはそんなに気にならないか、横に大きい車なかったらいけるかなっていう感じですね。で、高さは2950ミリです。もうこの辺はカムロードのキャブコンとかと同じぐらいの高さですね。で、室内庫、ここの高さは2100ミリありますんで、もう誰でも大丈夫ですね。で、こんなに大きいのに意外と車両重量が3000キロで、車両総重量が3300キロです。なので普通免許で運転できるんですね。で、このかっこいいステアリングなんですけど、ここになんとクルーズコントロールついてます。追従式ではないんですけど、これ一つ前のデュカトなんで、速度を設定してその速度で走ってくれる感じになります。最新のデュカトは追従式に変わってます。なんかね、ステアリングがすごい軽くて、もうコーナリングが楽しかったです。この辺のインパネ周りなんかはもうカムロードと比にならないぐらいおしゃれでかっこいいですよね。さあ、今日の宴の食材買ってきます。冷蔵庫入れ終わりました。この冷蔵庫すごいですよ。一番上に冷凍庫があって、で、ここ1段、2段、で、チルド室あって、3段、で、下に野菜室みたいなのあります。これ、137リッターあります。もう笑うでしょ。家庭用ですね。で、ここに電源あるんですけど、これは電気じゃなくてガス式なんですよね。このキャンピングカーの横に LP ガスボンベが搭載されてます。で、それで、この冷蔵庫もそうなんですけど、こういったお湯とかですね、ボイラーとか暖房も使えます。この換気扇なんですけど、めちゃくちゃいいです。これね、ドメティックさんの最新なんですけど、ここから匂い吸います。で、吸ってから、普通は車の外洗えてて、で、外に出るんですけど、これなんと、こっから出るんですよね。
中で油煙とか匂いとか吸い取って、で、綺麗にして前に出します。なので、換気口がいらないんですよね。かなり画期的な換気扇です。で、確かに匂いがそんなにしないんですよね。で、今日はですね、さらに強力なものを買ってきました。この愛知県豊橋市のホルモンですね。豊橋ホルモン。これ名物らしいんで買ってきました。今日こちらと、きしめんですね。こちらも愛知県の名物です。で、トイファクトリーさんは、キッチンはもう10年使っていいとおっしゃってくれたんで、もうガンガン使っていきます。これで匂いが残らなかったら、かなりいいんで、自分のキャンピングカーにも導入したいぐらいです。キャブコン以外にも、軽キャンピングカーなど、夢が広がりますね。この運転席、視認性もめちゃくちゃいいです。でね、なんか使っててすごくいいのが、この上が天窓なんですよね。なんで、車内がすごい明るいんですよね。普通車って暗いじゃないですか。でもこれはめちゃくちゃ明るいです。さあ、今日泊まるとこなんですけど、RV パークに行きます。やっぱり車が大きいんで、RV パークやキャンプ場などがメインの車中スポットになります。ちょっと狭いとこ入っちゃった。やっぱり車幅があるんで気を使いますね。できるだけ片側一車線あるとこがいいですね。住宅街は入らないように気をつけます。なんかね、乗り心地もカムロードのキャブコンに比べたら全然いいです。で、デュカトのバンコンに比べたらちょっと振動が大きくなってるのはわかるんですけど、それでもちょっとだけって感じですね。ガタンと揺れてもすぐ揺れが収まる感じです。柔らかめというか硬めなんですけど、全然不快じゃないんですよね。このキャブコンなら長時間旅行っても疲れにくいと思います。今日は岐阜県多治見市にあるワンライフガーデンさんに来ました。こちら RV パークです。3300円で電源付き、そしてこのコンテナが休憩所になっていて、ドリンクなど飲み放題です。入り口も広かったんで、すごい止めやすかったです。このデュカトのヘッドライトが LED ライトですごいかっこいいんですよね。で、ウインカーがシーケンシャルウインカーになってます。一回光らしてみますね。このオーバーハング、ここですね。ここの部分がかなり長いんですけど、前向いて運転していたら本当に普通のデュカトバンタイプと変わりません。こう例えば左に曲がるときにこう来ますんで、そこだけ気をつけた方がいいですね。さあ、もう駐車したらあとはこっちのもんです。大人の秘密基地、そしてホテルのようなゴージャスな空間が待っています。シェードもめっちゃくちゃ楽です。とりあえずやっていきますね。これすごいですよね。もうこの車のシェードって一番車中泊で面倒な作業ですよね。カムロードも大変だし、K1 とか軽自動車、ライトキャブコン、バスコン、もうみんなの悩みだと思います。これ仕組みすごいんですよね。DIY ではなかなか真似ができません。こんな感じで扇状になってるんですね。なんか前よりすごいやりやすくなってます。こっちの方が新しいんですかね。で、すごいのがここなんですよね。こんな感じで閉まるときはこうなっていて、で、こんな感じで出るんですよね。これすごないですか？で、ちょうどここのドラレコのとこですね。ここを回避できます。これすごいですよね。もう正直これだけでもこの車を買う価値があると思います。まあ、それは言い過ぎなんですけど、この夜の雰囲気めっちゃいいですよね。なんかここにいるだけで本当に心が躍るっていうんですかね。車中泊っていう感じはしません。もうホテルに泊まってる、そんな感じです。今日は遅くまで存分に楽しみたいと思います。これで車内の電気は外部から取りますんで、何でもずっと使えます。で、このキャンピングカーのサブバッテリーはなんとここのね、運転席の下にあります。こんなに大きいのになんと鉛バッテリー 100A は1台だけです。ヨーロッパのキャンピングカーっていうのはこうやって外部電源接続して使うのが当たり前のようです。日本はまだそこまでRVパーク多くないんで、
やっぱりリチウムバッテリーでもっと容量欲しいですよね。今キャンピングカーにお水が約9割ぐらいあります。満タンで110リッターです。ここの電源のスイッチパネルを押すとだいたいどのぐらい水が溜まってるか分かります。でこれを排水の方にすると排水タンクの残量も分かります。排水タンクは全部で90リッターです。でこの一番上のところはサブバッテリーですね。でその次は車のメインバッテリーの残量も分かります。でスイッチパネルの下なんですけど、これがトルマの温水ボイラーですね。お湯出ます。でヒーターもこれで出ます。でこっち側がインバーターで、こちらを押すと AC コンセントが使えるようになります。ただ今はもう RV パークの外部電源つないでますんで、 AC コンセントはそのまま外部電源から使えるようになっています。給水は先ほど電源さしたところですね、そこの横にありました。で排水なんですけど、排水はこのキャンピングカーの底に溜まっていきます。でレバーひねると排水が出ます。今車内の温度が21度、外が18度とすごい過ごしやすいです。もうちょっと暑くなってもこの天窓ありますんで、開けて窓開けたら結構空気は入れ替わると思います。で家庭用エアコンなんですけど、この車両はついてないんですけど、で本来はつくようです。でちょうどですね、ここのリアベッドの真ん中ですね、ここにつくようです。ここだったら寝るときはすごい涼しそうですね。でここもズドンと開けてますんで、冷気は前の方行ってくれると思います。ここにもカーテンありますんで、ここ閉めれば寝るときはもう寝室ここだけ冷たくなりますんで、かなり省エネになると思います。で室外機はこのベッドの下になります。リアのオーバーハングの収納のところですね。ここちょっとボコッと出てますが、平らにする板もあるそうなんで、キャンプ用品とかも問題なく置けるようです。さあ、そしてトイレなんですけど、ここに常設のカセットトイレがあります。こちらはこんな感じで動きます。で、収納もここにあります。結構広いですね。そしてお手洗い、ここにあります。で、温水も出ます。こちらのカセットトイレのブラックタンクは下にあって、ね、外とつながってます。外から取れるようになっています。中に薬剤2つ入れて、匂いが出なくなって、あと分解もしてくれます。ただ、今回使えないので、新兵器貸してもらいました。リアベッドの下の収納に入れてます。これ左右収納になってます。これなんですけど、クレサナというラップ式のトイレになります。これ出たばっかしの X1 というタイプのクレサナになります。なんかこういった簡易トイレってよくあると思うんですけど、これはラップで包んでくれる電動トイレになります。これで伸びます。で、蓋を開けて使用します。こんな感じになってます。で、これが防臭袋になってますんで、匂いしません。で、専用のこれ凝固剤入れます。こんな感じで包装されてますんで、いちいち測ったりしなくていいの楽ですね。このまま入れます。で、AC コンセントと DC 両方対応しています。で、今回は AC でいきます。ここに挿します。で、これよく考えられてます。こんな感じで普通挿すと、コードがこう出るんで、後ろまで壁までトイレを詰めれないと思うんですけど、これなんとですね、こう下がるんですね。これすごないですか？もう使う人のことめっちゃ考えてくれてますよね。そして電源入れます。
で、これでもうすぐ使えるようになります。残り22回使えるって表示されてます。これ結構便利ですよね。で、これ1回動画用にお水入れてやってみますね。で、ここを押すとサイズ決めれます。L、M、S。今回は S でいきます。で、この秒数が終わった頃に出来上がります。で、自分、ラップポンサニーという同じようなこのラップトイレを使ってるんですけど、このクレサナのいいところなんですけど、匂いが全くしません。ラップポンサニーは、その時は匂いしないんですけど、ずっと置いておくとちょっとずつ匂ってきます。先にこちらが発売されていたら、こっち買っていたかもしれません。てか多分買ってそうですね、こっち側。はい、出来上がりました。こんな感じで下に出てきます。で、これは毎回1回1回足らないとダメです。で、こんな感じで S だったらかなりちっちゃいんですよね。ラップポンサニーの場合は、このぐらいですかね。倍ぐらいの大きさはあると思います。で、唯一ちょっとデメリットかと思ったのが、こんな感じで、膨れ上がるっていうんですかね。こんな感じになりますんで、そういう時は1回閉じて、こう下に下げる。で、また上げる。そうすると空気が吸われて、あんまり外れてないですね。手でやってもいいらしいんですけど、こんな感じで貼り付けて使用するそうです。あとはこんな感じで折りたためれるんで、子供とかこのままで用を足せるようです。お子さんのいる家庭はいいですよね。ただ、ラップするときはもう一回こうやって上げないと密着できないようです。で、クレサナ X1 でも一番いいなと思ったアイテムなんですけど、こちらなんです。これ、何やと思いますか？もうこれ、見たときにすごくいいなと思いました。これ、ただのキーなんですけど、こんな感じで、クレサナを固定できるんですね。スキーのビンディングペダルっていうんですかね。あんな感じでカチャッとはまります。一回はめてみます。前にスライドさせて、でそのままこうやって押し込むだけで固定されます。なので非常用に持っといてもいけるんですけど、キャンピングカーの常設トイレとしても使えるんです。キャンピングカーのマルチルームでこういったラップトイレを使ってる方ならわかると思うんですけど、結構移動しますよね、走行中。なんか走ったりで傷ついたりするんじゃないかなと思いますよね。でもこの板があれば固定できます。もし端が間あればなんか木とかかましてあげたら動かなくなるし、で、もう打てる場所でしたらビスとか打ってもいいですよね。で、取り外すのは簡単です。このクレサナを後ろに押します。そうすると取れます。あんまり長くしちゃうとトイレレビューの動画になっちゃうんで、もうこの辺にしておきます。で、サイズとかちょっと今わかんないんで概要欄にまた詳細貼っておきます。で、ちょっと気になったのが、なんか価格がラップポンサニーの倍ぐらいらしいんで、あとはコスト面ですよね。どのぐらいするのか気になる方は詳細リンク見てみてください。それではお腹すいたんで調理していきます。このやみつきホルモンにきしめん、そして野菜入れて、やみつきホルモンきしめん、愛知県の食材混ぜていただきます。
かなり料理しやすかったです。それではいただきます。めちゃくちゃ大きくて弾力があって、噛めば噛むほど旨味が出てきます。こんなホルモン食べたことないです。めちゃくちゃ美味しいです。きしめんがホルモンの出汁をよく吸って美味しいです。そしてこの平べったい食感、焼きうどんともよく合います。面積が大きいんでよく出汁が絡みます。なんか愛知県の人は大きいものが好きなんですかね。ごちそうさまでした。お腹いっぱいになりました。なんか食べるときですね、ふとしたときになんかホテルみたいな雰囲気なんで、ここどこかなって思いました。で、匂いなんですけど、そんなにね、しない気がします。一応この換気扇プラス、このテーマですね、あげていました。これ結構いいかもしれませんね。ただ完全にやっぱり吸った煙とか油っていうのは、もうここでキャッチしてるだけなんで、外に空気を送る換気扇には負けるかなといった印象ですが、こんな感じで出た空気が上に上がるように導線を作ってあげれば結構使えると思いました。別の日なんですけど、完全密閉した状態で作るとやっぱり結構匂いは残っていたんで、少し開けてあげるとこの換気扇の効果が発揮されるようです。このシンクも広くてかなり洗いやすいです。なので今回はもう洗い物でもいいようにアルミホイルは下に引いてません。はい、綺麗に洗いました。で、ここのシンクなんですけど、ちょっと今さっき気づいたんですけど、ここのゴミ受けあるじゃないですか。これを押した状態だったらシンクに水が溜まりました。で、ちょっと浮かせると水がジャーって流れる感じでした。このゴミ受けがその線の役割も果たしておりました。これ考えた人はすごいですね。で、ここのパネルもよく考えられていますよね。こうやって飛ぶところは掃除しやすいようにパネルになってます。ここもなってます。で、この辺とかね、普通になんかついちゃうと汚れ残っちゃうんで、この感じなら気兼ねなく料理できます。で、ここのキッチンスペース、L 字型曲がってるんですけど、すごい動線がいいですね。ここで料理して、で、ゴミとか生ゴミ出ても、ここ開けて、すぐ入れれます。で、これ蓋付きなんで、匂いもしません。で、こっち側も結構広いんで、普通のゴミとかですね、カンカンとか置けます。なんかこういった油跳ねの件もゴミとかシンクとかもそうなんですけど、本当に使う人のことを考えて作ってるなという気がします。作る人が作りやすいように作るんじゃなくて、使いたい人が使いやすいように作ってる。そんな感じのキャンピングカーです。ではお湯ももう沸いたんで、シャワー入ります。このマルチルームはこのキャンピングカーの売りの一つでもあります。で、トイレのここにですね、暖房の吹き出し口があります。シャワー浴びたら結構寒いんで、暖房を入れておきます。ではトイレルームからシャワールームに変換します。ここのストッパーを押して解除します。そうすると動きます。はい、これで防水のシャワールームになりました。で、ここなんですけど、中入ると少し隙間があります。で、これはさらにドアを閉めると、こう閉めて、ここのドアを解除します。そうすると、こんな感じで、ここにも水がいかなくなります。ここもぴったりはまります。はい、これで完成しました。ちょっと一周回ってみますね。ここにシャワーがあって、で、ここにレバーがあります。そして、ここは何もなくて防水になってます。で、ずっとこういった波板ってですかね、こんな感じのおしゃれな壁になってます。で、ここがドアです。で、ここですね、ちょっとね、隙間があるんですけど、これがシャワーカーテンみたいな感じで水が入らなくなってます。これもよく考えられてますね。
この板があれば下が濡れてもこれまた置けばすぐに中に入れます。一旦出しておきます。あったかいお湯出てます。でシャワールームの横鏡があって、この隙間ですね。ここはスリムなクローゼットありました。でここに着替え入れてます。でここにハンガーフックがあって、ジャケットなど4点ぐらいですかね、いけると思います。で今回ハンガー持ってきてないんで、もうそのままかけてます。あとはこのリアベッドの下ですね。ここにもハンガーフックがあります。冬場服かけるとこ結構困るんですけど、こんだけあったら家族でも問題ないですね。はい、じゃあ行ってきます。シャワーすごい良かったですよ。ちょっとおっさんの後で申し訳ないんですけど、これシャワー直後のマルチルームです。この辺結構水が飛び散ってるんですけど、こんな感じですね。で、もうちょっとヒーターつけて閉めて乾燥させておきます。で、その後は上にベンチレーター。これ換気扇じゃないんですけど、もうこれ開くやつですね。押したら。自分のキャンピングカーにもついてるやつなんですけど、ロックありますね。ここを押して、はい、開きました。これで網戸できます。シャワーすごい水の勢いありました。で、良かったのはですね、ここの温水と水の割合を決めるレバーなんですけど、一回自分でちょうどいいお湯の温度決まったら、その温度をキープしたまま止めたり出したりできました。自分のキャンピングカーは毎回温度調整しないとダメなんですよね。これ結構地味にストレスです。で、ここがちょっと台みたいになってたんで、シャンプーとかボディーソープ置けました。で、もう一つ良かったのがこの排水が2個なんですよね。これ良かったです。やっぱりキャンピングカーってどこ傾いてますんで、こっちが傾いてると、こっち側が排出されなかったりします。なんか地味にストレスになることが全部解消されてる、そんなシャワーでした。これだったら温泉や銭湯など旅先で探して入るよりか、もう時間的にこっち側のシャワーでいいやってなりますよね。トイレ結構濡れてますね、ここ。でもこれ防水のトイレなんで、さっと拭けば大丈夫です。今日寝る場所なんですけど、ここのリアベッドか、このダイネットの上に電動ベッドがあります。で、昨日はこのリアベッドで寝たんですけど、すごい寝心地よかったですよ。もう家と変わんないです。こんなにマットレス分厚くて、下がこれウッドスプリングなんですよね。で、下も抜けてますんで、全然湿気もこもらずにカビも生えにくい構造になってます。で、ここを引いて、で、マット入れたら 2.1 メーターと2メーターのベッドになります。こんなに広いベッド、家でもないですよね。では今日はこの電動ベッドで寝ます。じゃあ一旦下ろします。ここのボタンを押したら降りてきます。これすごいですよね。煩わしいバンクベッドのような展開もありません。で、しかもですね、上にあってもちょっとスペースあるんで、例えばなんですけども、布団とか引いたままでも大丈夫です。なので指一つで簡単にベッド展開ができます。ここ上に押すと上に上がります。で、離すと止まります。結構早いですね。これ早送りしてませんからね。で、面白いのがここそのまま通れるんですよね。で、しかもどこも干渉していません。すごいですよね。はい、じゃあこのはしごで登ります。はい、上がってみます。寝てみても天井までそんなに圧迫感はありません。高いって感じはないんですけど、全然問題ないかなと思います。で、それよりこれすごいですね。天井の窓がめちゃくちゃ近いです。これもしかしてひょっこり顔出せるんじゃないですかね。一回やってみます。これを全開ですね、これで。わあ、すごいこれはすごい。これ換気扇ですね。マルチルームの換気扇が
光っています。すっごいなこれ。この辺り真っ暗なんで何も見えないんですけど、これは子供喜びますね。いや、いいですね。こうやって星見ながら寝るのも良さそうです。で、網戸もあるんで涼しそうです。あ、でここにね、電気のスイッチパネルすぐ触れる場所にありました。でこれを押すと全部消えるんで、寝る時とかちょうどいいですね。やっぱりこういう高いベッドって一回上がっちゃうとなんか降りるのめんどくさいんですよね、電気消すのとかで。なのでここは上がったまま消せるのがありがたいです。でここもですね、スイッチで消せます。電動ベッドのこのサイズが、長さが2メーターあります。でこの幅ですね、こちらが1メーター43センチです。でこのマットの下、ここもウッドスプリングです。でここに落下防止の網があります。これつけといたら落ちないんで安心ですね。はい、この運転席側もありました。ここは閉めときます。多分朝日眩しそうです。いやー、しかし全長7メーターになるとこんな世界になるんですね。なんかキャンピングカーの記事とか見ていたら、住めるとかね、そういうキャッチフレーズよくありますが、大体そういうキャンピングカーっていうのは実際に住むのは難しかったりするんですけど、このキャンピングカーは本当に住めます。このクラスは別次元ですね。なんかキャンピングカーやキャンプは不便を楽しむっていうのがあるんですけど、このキャンピングカーは不便がほとんどなくて楽しい部分だけ残ってるような感じです。いや、本当に今回貴重な体験させていただいてます。ありがとうございます。明日は高速道路強風の伊勢湾岸道を走ってみます。それではおやすみなさい。目が覚めてきました。アップルウォッチの睡眠アプリで睡眠の質測ってるんですけど、昨日かなり良かったですね。やっぱりこんなに分厚いマットレスがあって、で下もウッドスプリングなんで、車中泊という感じの睡眠ではありません。本当に家の睡眠と同じです。ヨーロッパのキャンピングカーっていうのは日本のように短期間の車旅を想定して作られたんじゃなくて、長期間を想定して作ってるような感じですね。国が違えばキャンピングカーの作り方も違う。面白いですね。でこのキャンピングカー、エトロスコというメーカーなんですけど、ドイツのハイマーグループから生まれた会社です。日本ではトイファクトリーさんでしか買えません。でこれびっくりしたのがですね、一番高級なキャンピングカーではないんですよね。エトロスコというメーカーは高級志向ではなくて、できるだけ価格を抑えて作られたキャンピングカーのようです。すごいですね。これ日本だったら最高級の部類です。そっか、2000万でもまだ上がたくさんあるってことなんですね。もうこうなったら4000万、5000万、そんなキャンピングカーでも生活してみたいです。で、その後に軽キャンピングカーで車中泊してお互いの良さをまた確かめたいです。そんな夢ができました。はい、じゃあ着替えて朝ごはん食べます。
昨日に引き続きこのレンジフードの検証をまだしたいんで、今日はね鮭とか焼いていきます。シンプルですが最高の朝食ができました。それではいただきます。ごちそうさまでした。美味しかったです。それではパパッと片付けます。お水たくさんありますんで、たくさんお水使っちゃいました。ここのアロエパークはゴミ無料なんで全部出しておきます。あ、すいません。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、電源も OK です。防水仕様になっています。このシェード体感したともう普通のシェード戻れないですね。あ、すごい。ここに天気で出ます。曇りと雨のマークあります。これすごいですね。はい、じゃあ安全運転で再出発します。今からですね、高速行きます。ワンライフガーデンさんありがとうございました。なんかね、狭い道とか通るとき結構みんな待ってくれます。やっぱこの車大きいんでやばいって思うんでしょうね。はい、今メーター読みでちょうど100キロぐらいでしばらく走ってみましたが、結構ねやっぱり安定してますね。
ただ風が多少今吹いてますんで、小刻みに揺れる時はあります。無風だったら100キロ全然問題ないかなと思います。やっぱりデュカトは FF 前輪駆動なんで、プロペラシャフトがないんで床が低く作れます。プロペラシャフトは後輪に駆動を抑える棒みたいなやつなんですけど、それがありません。低重心は安定しますね。そしてワイドトレッド、タイヤとタイヤの幅も広いので、コーナリング時もロールが少ないです。今はクルーズコントロールを80キロに設定してずっと走っています。やっぱりこれ楽ですね。アクセルの加減がいりません。でこのデュカトはホイールベースがカムロードに比べて長いんですよね。ホイールベースは前のタイヤと後ろのタイヤの距離です。なので直進安定性もカムロードに比べて格段にいいです。高速道路の走行においてはカムロード完敗という感じですね。ただカムロードは4区あるので悩ましい選択です。今だいたい風速7メーターぐらいで高い橋の上を走行しています。で両サイドに低めの壁があるところなんですけど、この程度でしたらもう全く揺れません。かなり安定しています。はい、今ですね、大型トラックが追い越しに入りました。でこれでトラック追い越し時の車の揺れですね、そちら体感しています。キャブコンって結構揺れるんですよね。ほんのちょっとだけ押された感じはありますが、もう機能性レベルかなっていう感じです。はい、また大型トラック来ました。今度はどうでしょうか。ほとんど揺れないですね。ちょっと微妙に押された感じはありますが、この大きい車体を考えるとほとんど気にならずに走行できます。伊勢湾岸道という強風の道通ろうと思ったんですけど、大渋滞だったので違うルート走行しました。伊勢湾岸道、風も7メーターぐらいだったんで、ここと変わらないぐらいでした。自分ずっとカムロード乗っているんで、このデュカトのキャブコンの違いよく分かりました。ロールが40キロでもかなり少なかったです。同じ速度、同じカーブ、高速道路のジャンクションなどですね、カムロードで40キロで走行するとやっぱりロールするんですけど、こちらはほとんどありませんでした。あと10キロぐらい上げてもいけそうな感じでした。あと直進安定性も全然いいですね。ハンドルがまっすぐに走っている感じでした。ただ100キロまで出すと不安定になってきました。80キロ、90キロぐらいの巡航がいいかなと思います。こんなに大きいシェル乗ってるのにすごいですね。ただ自分はバンコンも乗ったことあるんですけど、それに比べるとやっぱり揺れます。直進安定性もバンコンに比べると 10%、20% ぐらい悪くなっているような感じです。このコーヒーメーカー、こう燃えていたんで、後ろは結構揺れていたかもしれません。ちょっと休憩してこの中の感想もお伝えしますね。いやしかしキャンピングカーの概念変わりますね。世界的には自分の乗ってるトヨタカムロードベースは小型のキャンピングカーなんだと思い知らされました。カムロードの日本にはちょうどいい空間好きですが、この広いのもまた違った良さがありますね。特にこのシャワールーム本当に良かったです。いつも自分はカムロードでシャワー使ってますが、このエトロスコのシャワールームは、おしゃれだし明るいし綺麗だし、でトイレルームとの変形もすぐです。このお湯のレバーもかなり良かったです。でここはね、こういった感じで物干し竿になります。なんで濡れたタオルとかここで乾かすことができました。これも地味に便利です。で使わないときはこんな感じで、こっちですかね、収納できます。あと地味に便利だったのがこの運転席周りの椅子なんですけど、ここくるくる回ります。肘置きなんですけど、これ何かと言いますと、自分の好きな角度、例えば、平行がいいとか、もうちょっと上がいい、この辺がいいとかでしたら、ここでくるくる回して固定できるんですよね。これ地味に便利でした。自分のベストポジションを作れる感じですね。あと運転席も助手席もここ2つ、このレバーがあるんですけど、こっち側が上げると、こっち側の椅子の奥の方っていうんですかね、お尻の方が持ち上がります。で、こっち側に上げると手前の方が上がります。という感じで、かなり細かく自分用にカスタマイズできます。これだったらもうレカロシートやブリッドシートなど入れずに、この純正のままでいいかもしれません。あと燃費なんですけど、このデュカトの方は7から10ぐらいですね、1リッターあたり。で、カムロードは6から8キロなんで、デュカトの方がいいですね。で、燃料タンクは90リッターあるんで、かなりの距離走ります。さあ、そして自分的にはこの内装で一番気になっていたと言っても過言ではない、このレンジフードなんですけど、外に排気しなくてこの中で循環するタイプですね。こちらの新型のレンジフードの感想なんですけど、ちょっと期待外れなとこはありました。というのも自分ちょっと過度に期待をしすぎたっていうのがあります。効果はないことはないんですけど、やっぱり外に出す換気扇に比べるとだいぶ劣ってるなといった感じでした。やっぱり物理的にここで調理して湯気とか煙とか出て吸って、でここのフィルターでキャッチしてきれいにして、ここ出してここからも出るんですけど、循環してるだけなんで匂いは取れませんでした。
取りませんでしたというか、ないよりはマシなんですけど、締め切った車内では匂いは残りました。で、この出た空気っていうのは上の方溜まりましたんで、ここだけ開けておいてあげればかなり匂いは軽減できました。なので単品では効果はそんなに強くないんですけど、この天窓と合わせると結構効果ありました。やっぱりこのシステムで中で調理をするなら、もうアルミホイルに包んで肉を焼いたりお魚焼いた方がいいかなと思いました。すごく期待をしていただけに残念です。ただ油気、油煙などにはかなり効果があると思います。ないよりかはあった方が絶対いいと思います。車内で煮炊きしたい方は従来通りのレンジフードを普通に外に出すタイプですね。そちらの方がいいと思います。ただ使っていていいところもありました。気候のいい季節はいいんですけど、夏とかですね、寒い日とかあんまり外の空気を入れたくない時はこの循環式がすごくいいなと思いました。外気温35度とか超えてきて40度とかになってくると、ちょっとでも外気が入ってくるともうエアコンの効率が悪くなってしまって消費電力すごく高くなってしまいます。そういう場合はこのレンジフード単品で動かせば外の空気入れずにこうやって循環できますんで、その時はかなりいいなと思いました。あと結構風がバーって来てましたんで、サーキュレーター代わりにもなってました。この空気ですね、循環してくれます。これもエアコンや暖房と併用すれば部屋が全体的に空気回ってくれますので、暖房冷房の効率が上がると思います。自分が気になっていた箇所は今お伝えさせてもらったんですけど、その他ですね、感じたメリットデメリットありましたんでお伝えします。まずは気になった箇所なんですけど、この最小海底半径ですね、これが 7.2 メーターもあります。結構ね、小回りが利きにくいなと思いました。道の駅やサービスエリアなど大きめの駐車場は問題ないと思うんですけど、例えば街のコインパーキングとか都会のコンビニとかですね、その辺は結構苦労するかなと思いました。これカムロードは5メーターから 5.5 メーターなんですよね、最小海底半径は。で小回りの利きからハイエーススーパーロングでも 6.1 メーターから 6.3 メーターです。それよりも1メーター多くなる感じになります。次気になったのは、やっぱりこれ標準で搭載されるバッテリーが鉛の 100A なんですよね。日本ではそんなに RV パークを普及してないので、リチウムバッテリー 400A ぐらいは欲しいですよね。でこれはそんなに自分は気にならなかったんですけど、雨音が結構大きいです。なんか大雨なんかなと思って見たら意外とそんなに降ってなかったりするんで、ちょっとの雨でもなんか車内に響いてくるっていうんですかね、結構高音が鳴る感じでした。次良かったところです。で個人的に一番良かったのはこのシャワーもそうなんですけど、このキッチンですね。このパネルとかですね、この辺は拭きやすい素材で熱にも強くなっています。でこの大きい五徳なんですけど簡単に取れました。で掃除もすごいしやすかったです。であとはここに収納ですね、すごい使いやすいです。でゴミもすぐ出せるっていう、なんか本当に料理しようって気になりますよね。家より使いやすいと思います。やっぱり海外のキャンピングカーはこのもう車の中でご飯も食べて全て過ごすっていうのが当たり前なんですかね。日本では結構外でトイレ、外でお風呂っていうのが主流だと思いますが、根本的にモーターホームという感じで作り方が違うなと思いました。自分はこっちの方が好きです。そしてこの車結構車重が思ったより軽いんですけど、この軽量化かなりされています。こういった棚とかもなんか硬い木とか使わずにこういったなんかプラスチックのようなもんで作ってます。で強度はそんなないんですけど、これだったらまあ壊れてもすぐ変えられるし、もうここはね、なんか滑り止めみたいな感じで滑りにくくなってます。ツルツルしてません。ここもそうですね、ちょっとザラザラ気味っていうんですかね、布みたいな感じなんで、もう自分で100均とかの滑り止めを引かなくても大丈夫です。この棚とかもそうですね、全部滑りにくい素材です。もう本当によく考えられていて、使う人主体の構造になっています。であとは何といってもこのシェードですよね。これ本当いいです。なんか前はね、この上下で締めるタイプだったんですけど、今回はなんか新しくなってこんな感じで横ですね、こんな感じで締めるタイプになってます。こっちの方が滑らかで締めやすいです。このサイドもこんなに簡単にすぐにシェードできます。これね、もう作り方何回見てもできる気がしません。こういったサイドの窓やフロントの窓っていうのは車検上の問題もありますんで、なかなか素人は手が出しにくいです。でこんな感じで普通に棒があると思ったらちょっと曲がったりしてるんですよね。これはもう絶対 DIY ではできないですね。あともう一個いいなと思ったのがトイファクトリーさんなんですけど、実はね、社長が今このエトロスコ使ってるそうです。実際に出張とか行くときにこの車で行って泊まって使われてるそうです。それ本当にいいですよね。キャンピングカービルダーさんが自分で使ってくれると改善点もすぐわかるし、すぐに直してくれます。実際社長さんが使ってここもうちょっとこうした方がいいなと思ったらもうすぐに改善できますよね。そういう会社はユーザーにとってメリットしかないと思います。自分いろんなキャンピングカー屋さんに行ったんですけど、大体ですね、わかります。あ、ここの社長さんは車中泊で使ってるのか車中泊されてないのかはすぐにわかります。そういった面でも実際に社長さんが車中泊で使われているのは本当にいいなと思いました。さあそれでは次に進みます。でこのベースのデュカトなんですけど、
さらに新しくなったようです。このクルコンが追乗式になっています。また新しいデュカトベースのバンコンですね。そちらでも真夏の車着旅に行って断熱など走行性能など確かめる動画作ってみたいと思います。